もうこの対岸だな。でドカンと両者でカンネーからイベリア半島ヒスパニアへとバショ川九段のこの国境線に当たるところですね。そんな。さあ始めようか。みんなごめん。これが最後の戦いになろうとも。ごきげんよう、世界史の時間です。前回カンネーの戦いというね、第二次ポエニ戦争の一番の山場のお話をしたんだけれども、そこまでの間にイタリア半島以外、例えばヒスパニア、イベリア半島ですねの方はどういう情勢だったのか、そんなような話をしていきたいと思います。イタリア半島の外でのお話その1って感じだな。ヒスパニア逆侵攻。はい、というわけで前回までのおさらいですね。といってもカンネーの戦いなんだけれども、今ちょろちょろ流れているのがアウフィルス川といいます。この川のほとりにカンネーっていう町があるんだけれども、この対岸だな。でドカンと両者ぶつかった。その結果、これカンネーの惨劇なんていうねテーマなんだけれども、ローマ軍はなんと6万人が死に1万人が捕虜となる。この戦い1回で7万人の兵隊を失うことになるわけですね。それまでにハンニバルがアルプス越えてから3連敗して、これ4連敗目なので、本当にローマ軍いなくなっちゃいました。もう絶対絶命です。はい。カンネーの戦いから遡ること2年前のことです。ちょうどハンニバルがアルプス越えを成功させた直前なんだけれども、プブリウス・スキピオって覚えている？この人。これ、父スキピオっていう風に紹介していたけれども、要するに、スキピオ・アフリカヌス、大スキピオのお父さんにあたる人です。お父さんと息子で同じプブリウス・スキピオなので、紛らわしいからこの人は父スキピオっていう風に表現していたんだけれども、この人のお兄さんがグナエウス・スキピオなのね。兄弟2人でハンニバルを迎え撃とうとしたんだけれども、結局ハンニバル見失ってしまって、まんまとアルプスを越えられてガリアキサルピアに入られちゃったわけですね。そこで急遽プブリウスはローマ本国へと戻ることになります。お兄さんのグナエウスは予定通りこのままイベリア半島ヒスパニアへと進行していくわけですね。そこでこのキッサの戦いっていうのが行われたわけなんだけれども、時代的に言うと本当にちょうどアルプス越えが終わったぐらいの頃、成功させた直後ぐらいですね、ハンニバルが兵隊たちを休ませたぐらいの頃にキッサの戦いが行われている。そしてエブロ川以北をカルタゴから奪い返しちゃうんですね。勝っちゃったわけです。はい、というわけでカンネーからイベリア半島ヒスパニアへと場所を移していきましょう。こんな感じでね、ずいぶん久しぶりにこっちの方戻ってきたわけなんですが、今これがエブロ川九段のこの国境線に当たるところですね。こっからこっち側が基本的にカルタゴの領域、こっち側がローマの領域っていう風に取り決めがあったんだけれども、ハンニバルはこれを越えて進行していったわけです。そしてここにローヌ川ってあるわけだな。この部分で父スキピオがハンニバルのことを見失ってしまった。こんな感じでね、カルト・アダシュと出発したハンニバルがローヌ川の方まで来る。それを迎え撃つようにこのスキピオ兄弟がやってきた。バイバイ。こんな感じで逃げられちゃったわけですよ。というわけで見失ってしまった父スキピオは一旦ローマへと帰っていくことになります。そしてグナエウスは予定通りヒスパニアへと進行していく。その拠点になったのがまずはこのエンポリオンという町です。ギリシア人の都市国家というわけだな。これは強敵だな。はい、というわけで今ハスドルバルとハンノって出てきたけれども、ハスドルバルはハンニバルの弟です。ヒスパニアの留守番っていうのかなを任された人。これに対してハンノはハンニバルの部下だった。エブロ川ですね。言いにくいですね、エブロ川ってなんだか。エブロ川よりも北側。これ今地図が横倒しになっているので、こっち側が北です。こっち側南です。で、エブロ川を境に北側がローマの領域、南側がカルタゴの領域っていう風に取り決められていたんだけれども、ハンニバルはそれを破って進行していったわけですね。北側へ進行していった。イタリア半島へ行ったというわけです。なので、エブロ川よりも北側、そしてこれピレネー山脈までのこの辺り、占領したこの辺りを管理する命令を受けたのがこのハンノだったわけですね。
さあ始めようか。そんなまだやられるわけには。というわけで、ハンのあっけなくやられて撤退してしまいます。こうしてエブロ川より北側はローマ側が奪還する、取り返すことに成功しております。はい、というわけで、ハスドルバルとしては、取られてしまったエブロ川北側を取り返さなければいけません。というわけで、陸海両面から総攻撃を仕掛けようっていうことになったんだけれども、こうして始まるのがエブロ川河口の戦いって言います。今は簡単に説明したけど、後で図解説明するけどね、海軍が壊滅的な打撃を受けてしまうんだよ。でもって結局、船もやられてしまったんで、ヒスパニア周辺の制海権、カルタゴは失ってしまうことになります。仕方がないので、ハスドルバル、一旦、カルト・ハダシュト、カルト・アダシュトでもどっちでもいいです。ハでもアでもどっちでもいいんだけど、カルト・ハダシュトまで撤退する、まさに本拠地っていうことだけどね。もう大失敗ですね、これ。一体何が起きてしまったんでしょうか。はい、というわけで、もうちょっと現場を拡大してみましょうか。真ん中に流れているのがエブロ川。結局、ここを境に争いがあるわけだね。タラッコっていう町があるけれども、これはギリシア人の植民地です。サグントゥムは、以前はヒスパニアの原住民の町だったけれども、結局はハンニバルによって占領されて、今はカルタゴの拠点になっています。はい、というわけで、タラッコっていう町がここにあるね。この町はギリシア人の都市国家なんだけれども、グナエウスはここを拠点にして、まずはエブロ川よりもこっち側、北側ですね。この辺りの地盤固めに力を入れていきます。グナエウスはあんまり急がなかった。まずは地元のヒスパニア人たちの協力を仰ぐっていうのかな。多分長期的な支配っていうことを考えていたんだろうね。あとは兵隊さん集めなければいけないから、本国はハンニバルで手一杯なので、兵隊集めは自分たちで地元でやらなければいけなかったわけです。なのでグナエウスはこの辺りを味方につけることに力を入れていきました。一方ハスドルバルとしては何としてでもこのグナエウスを追い返さなければいけません。負けるわけにはいかんのだよ。なんて感じでエブロ川まで陸海両方から攻めていったわけですね。海側を指揮していたのがヒミルコという司令官でした。さあ始めようか。みんなごめん。これどういうことかというと、今ここにねエブロ川の河口があるんだけれども、ヒミルコはここで補給をしようとして接岸して、つまり河口のこの辺りなんだけれども、ちょっと奥まったところ、エブロ川結構広い川なので奥地まで入っていけます。でこの辺りで上陸して兵隊さんが補給やっていたわけですね。でしょうもなかったのは偵察隊を置いておかなかった、監視員を置いておかなかったっていうことなんですね。みんなで丘に上がっちゃった。一方グナエウスの方は石膏を送っていてずっと奴らを偵察していました。奴らっていうのはつまりカルタゴ軍っていうことですね。偵察していました。そうしたらカルタゴ軍がやおらみんな上陸していっちゃったわけだよ。こりゃチャンスだって言うんで、そこに後ろから総攻撃かけたんですね。慌ててヒミルコの兵隊たちって兵隊たちは船に乗り込んで戦闘態勢に入るんだけど、もう手遅れです。後ろからズボズボやられて、結局はほぼ壊滅してしまうんですね。仕方がないからサグントゥムまで逃げ帰ることになります。これでカルタゴ2連敗ということになってしまいました。さてこれもおさらいになるけれども、プブリウス・スキピオ、つまり父スキピオですね。彼はハンニバルとの最初の戦い、アルプス越えの後の最初の戦いだけれども、ティキヌスの戦いっていうのがあった。あれで負けてしまって自身も怪我を負ってしまったわけですね。で息子の大スキピオに助けられたなんていう話を紹介したけれども、彼はずっと療養していたわけですよ。怪我治していた。でここへ来てやっと治ったわけですね。だからお兄ちゃん助けるために8000の兵隊を引き連れてグナエウスと合流することになります。一方ハスドルバルの方なんだけれども、ヤオラ・ローマが勢いづいて戦い勝ち続けてるわけで、2連勝したわけだよね。そこでヒスパニアの人々が反乱を起こすようになりまして、この反乱鎮圧のために全216年1年間ずっとそれに費やされることになります。大変だなハスドルバル。ローマは攻めてくるし、ヒスパニア人は反乱を起こすし。でね、この全216年ハスドルバルが頑張っていたっていうか反乱鎮圧していた時っていうのはまさにカンネーの戦いがあった年ですよ。そしてローマ軍は壊滅しているんですね。
だけれどもヒスパニアでは依然としてローマ軍が優勢です。翌年の春、前215年ということだけどね、デルトサの戦いっていうのがありました。ハスドルバルもなんとかここで逆転しようと思ったんですが、なんと逆にやられてしまう、返り討ちにあってしまうんですね。結局ローマ軍は本格的にエブロ川の南へと駒を進めることができました。そしてサグントゥム、今回の第二次ポエニ戦争始まったところですね、サグントゥムの目前まで迫られてしまいます。よろしく頼む。負けられないんだ。こんなはずでは。なんて感じでね、結局ハスドルバル負けちゃうんだけれども、実はこの時お兄ちゃんのハンニバルがやった包囲殲滅作戦、関寧の戦いの時にやったやつね、あれを真似してやろうとしたんだけれども、結局真ん中突き破られちゃって負けちゃうわけですよ。包囲殲滅作戦って本当うまくいかないみたいね。ハンニバル天才だったからうまくいったんだろうな。こうしてカルタゴ軍3連敗しちゃったわけなんだけれども、大きな戦いで。でもこの後3年ほどですね、2年半ぐらいかなの間は結構頑張りまして、ローマとカルタゴ一進一退の攻防を繰り返すことになります。そして前212年のことですね、ついにサグントゥムが落ちます。スキピオ兄弟サグントゥムの奪還に成功しました。さてカルタゴ側なんだけれども、カルタゴ本国っていうことだけどね、ヒスパニアを取られてしまったらたまんないので、結局本気でこれを守ろうということになりました。つまりやっとここで援軍送ってくるということです。逆にヒスパニアの方に援軍を送っちゃったから、ハンニバルは結局送ってもらえないっていうことになっちゃうわけですね。まだ孤軍奮闘頑張らなければいけません。現地でなんとか兵隊を募るしかありません。一方ローマの方は今言ったようにハンニバルが暴れているので、ヒスパニアに援軍を送れません。つまりスキピオ兄弟は現地で兵隊を募るしかないんですね。なかなか援軍を送ってこれない。なんかさ、ハンニバルがイタリア半島で孤軍奮闘頑張ってるでしょ。同じようにスキピオ兄弟が孤軍奮闘ヒスパニアで頑張ってるんだよ。でね、そのスキピオ兄弟はまずはカルタゴ側の資金源を断とうと思ったわけですね。バエティス川って今ここに書いたんだけれども、以前ヒスパニアの紹介をした時に、つまりハミルカル・バルカ、ハンニバルのお父さんですねがヒスパニアを開拓した時にグアダルキビール川っていう名前で紹介しています。このグアダルキビールっていうのは現在のこの川の名称なのね。当時はバエティス川と呼んでいたようです。だから今回はバエティス川で紹介します。で、この川の上流に鉱山町のカストゥーロというところがあるんだけれども、ここで銀の鉱石を集めてバエティス川を下ってカディスっていう町まで運んでくるわけですね。この銀がカルタゴ軍の資金源になっていたので、これを止めてしまおうとカストゥーロの町を占領するわけです。実はカストゥーロってハンニバルの奥さんの出身地らしいな。だからハスドルバルとしてもお兄ちゃんの奥さんの町だからなんとかして取り返そうってことになるわけですよ。実際にカルタゴ本国からも援軍をもらって相当な軍勢を揃えることができました。一方スキピオ側は少ない兵力でここを守らなければいけません。前212年、ついにこのカストゥーロをかけたバイティス川の戦いっていうのが始まるんだけど、なんとカルタゴ軍圧勝してしまいました。グナエウスもプブリウス、つまり父スキピオですね、この戦いで両方とも討ち死にしています。大変なことになってしまいましたね。カルタゴ側から見たら、これはやっと訪れたローマ側を追い出す千載一遇のチャンスが訪れたということです。はい。というわけで、ちょっと引きます。もう少しイベリア半島全体が見えるような感じ。このちょろちょろ流れているのがバエティス川。そしてカストゥールの町はこの上流にあります。これをめぐっての戦いっていうことになるんだけれども、まずはサグントゥムがローマの手に落ちた。そして行くぞ、手加減はしない。とカストゥーロの町もローマの手に落ちた。そしてこれが最後の戦いになろうとも。どうやらここまでのようです。
はい。というわけで、ハスドルバル、宿敵、シキピオ兄弟、両方とも打ち倒すことに成功しました。こうしてなんとかヒスパニアの地を死守することに成功しております。はい。というわけで、ヒスパニアでの情勢、今回お伝えしたわけなんですが、いかがでしたでしょうか？面白かった、ためになったと思ってくださった方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。作っている本人、とても喜びます。それはそれとして、この後、他の地域どうだったのかっていうことですね。関連の戦いによって、例えば、マケドニアとか、シラクサとか、そういうところが、ローマに対して、刃を向けることになるわけなんだけれども、そっちの顛末はどうなっていったのか。イタリア半島外その2ということで、次回お送りしたいと思います。乞うご期待。ごきげんよう。さようなら。